こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と鈴木です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は脊椎圧迫骨折とは、腰痛時の注意点もということで、脊椎圧迫骨折の方を介助する時の注意点であったり、介助者ですね、介助者自身の腰痛時の注意点っていうのも、お話ししたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術であったり、最近はこういった座学もやっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。仕事が好きなのに職場の人間関係が良くなくて辛い。僕は技術が学べない環境でスキルアップができません。今の職場に悩んでいる方は介護ワーカーさんで職場を変えてみませんか？介護ワーカーさんならあなたのお悩みに答えてくれたり、待遇のいい求人を紹介してくれます。職場に悩んでいる方は概要欄をチェックしてみてください。では、早速ねやっていきたいなと思うんですけれども、圧迫骨折ってよく聞くワードかなと思うんですが、はい、鈴木さん、はい、高齢者の、骨折後発部位4つ覚えてますか？大腿部頸部骨折、大腿骨頸部骨折、はい、これね、脊椎の圧迫骨折ですね。はい、あと手首と肩です。そうですね、手首、ここね、手首の頭骨遠位端骨折と、上腕骨の筋部の骨折ですね。この4つが多く挙げられるんですけど、その中でも前回紹介した大腿骨の頸部骨折っていうのはやっぱり多いし、圧迫骨折も非常に多いです。で、解除する時の注意点っていうのも、結構あります。で、頸部骨折の注意点はこの前の動画で紹介しておりますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。はい。で、圧迫骨折なんですけど、よく聞くのがね、腰椎の圧迫骨折、あと強腰椎の圧迫骨折とか言うんですけど、圧迫骨折の簡単なメカニズムだけ言うとですね、原因は主に、骨粗しょう症です。はい。骨粗しょう症の方が、言うたら骨が脆く弱くなってるので潰れてしまうんですね。これちょっと横から見た脊椎だと思ってください。こっち前、こっち後ろですね。こういう状態ですね。はい。で、この椎体が、潰れてしまいます。くしゃって、要は本当に圧迫ですね。くしゃっていう圧がかかって潰れてしまうことで、痛みが出たりとかですね、他にね、症状が出たりするんですけど、この潰れた状態を圧迫骨折と言います。はい。なので、普通の骨折とは違いますよね。例えばこのね、腕の骨が折れるんやったら、一般的にポキッと折れてるイメージがあるじゃないですか。はい、なのでちょっと違うんで、潰れた骨折みたいな、そんなイメージでいいのかなと思います。で、治療方法としては、手術とかもたくさんあったり、あと主には保存ですね。コルセットとか使って、この潰れちゃった骨が元に戻ることはないんですけれども、そういう手術とかをしない限りは。ただ、そのコルセットをすることで痛みを取って、ここの骨がより、余計に潰れないようにしていくっていうのが治療法の一つかなと思うんですけど、コルセットって見たことあります？あります。ありますよね。柔らかいダーメンコルセットとかちょっと硬いフレームコルセットみたいなものがあるんですけど、簡単に役割だけ説明しておくと、ダーメンコルセットっていうのは柔らかいやつです。よくみんなはベージュとかの色で作られているコルセットで、ここにマジックテープが3本ぐらいあるようなやつですね。それはもちろん、腰痛、脊椎ですね。脊椎の可動性を制限します。前屈であったり後屈であったり側屈であったり、そういったもの動きを制限することで、ここに負担をかけないってやつですね。はい。それプラス布になっててギュッと締めれるので、腹圧をかけることができます。で、腹圧をかけることで、ここを守っていくってことですね。はい。で、もう一つがよくあるのはフレームコルセット。フレームコルセットっていうのは、そのダーメンコルセットとはまた違って、しっかりした支柱が入っているので、より動きに制限をかけられるってやつですね。そういった違いがあります。それはね、先生がどっちを処方するかによってまた変わってきます。骨折の度合いとかによって変わってきます。はい。椎骨の圧迫骨折をした方ですね。が、解除されるときに注意すべき点なんですけど、結構痛みが出てますので、まずその痛みに気をつけてあげてください。どういった姿勢を取った時に一番痛いのか。立つ時に腰はね、できたら曲げてほしくないんですけど、股関節を曲げていただくように注意する。よくいつも言ってますよね。はい、お辞儀をする時は腰を曲げるんじゃなくて、股関節を曲げていただいてお辞儀するようにするとか。はい、そういった動きが必要になってきますし、あと回旋ですね。できるだけねじれないようにしていただきたいので、
寝ている方を起こす際は寝返り動作っていうのが必要になってきますけど、骨盤と肩甲体上と下がこうねじれるような起き上がり寝返り方はちょっと避けていただきたいので、ここにねよく言うのは1枚の鉄板が入ってると思ってください。その鉄板をそのままこう寝返らすようなイメージで寝返っていただいて起き上がっていただく。ただやっぱ起き上がりの時っていうのは腰に結構負担かかってきますので、本当にねゆっくりというかてこの原理を使いながらうまく腰がねじれたり、曲がったりそういう風にしないように解除してあげてください。はい。で次立ち上がりですよね。起き上がった後に立ち上がりなんですけど、立ち上がる時の注意点が股関節を曲げて立っていただくんですけど、その時も結構痛みが出たりしやすいので、結構ね腰痛い時どうやって立ちます？腰痛い時ですか？はい。背中曲げずにこうそうですよね。垂直にこう立とうとしますよね。はい、なのでできるだけそれでもいいのかなと、その痛い時期は、こう股関節で曲げるって言っても曲げすぎちゃうとどうしてもやっぱ腰に負担かかってくるので、足の力がある場合はですけど、介助者としてはしんどいんですけど、痛みのない範囲ぐらいでお辞儀して、上にこう伸びるような立ち上がりの介助になってくるのかなと思います。あまりにも痛みが強い時期なんかもほとんど動かせることはできないし、動かないようにっていう医師のね、指示が出てたりもするので、そこは気をつけていただきたいなと思うところです。はい。で次腰痛ですね。腰痛の時の注意点なんですけど、腰痛の時って、介助者は結構、介護ヘルパーさんとか、僕たち理学療師看護師もですけど、腰痛持ってる方結構多いと思うんですけど、そういった方ってベルト巻いてるじゃないですか。コルセット的なマックスベルト巻いてると思うんですけど、あれってなんで巻いてるか分かりますか？なんで巻いてるか。はい。なんで巻いてるか。なんであれを巻いたら腰痛が、抑えられるというか、腰痛い人には入って渡されるじゃないですか。処方されるじゃないですか。売ってたりもしますし、ドラッグストアに。痛くない姿勢のキープなんかなと。もあるんですけど、ちょっとした動きがね制限されます。あれ巻くことで腰を曲げるとか反らすとか結構しにくくもなるんですけど、腹圧です。腹圧をかけることで骨ですね、骨とかの負担を減らすんですけど、なんで腹圧をかけたら負担が減るか分かります？分からない。じゃあ鈴木さんのお腹をバスンとこう輪切りにしたとします。でそしたらこう輪切りにされましたと。そしたらこっち前、こういう感じですね。前と後ろで、こう頭の方から見ていると思っていただいたら、ここにね脊椎がありますよね。脊椎でここに極突起とかあるんですけども、脊椎があって、ごめんなさい、こんな感じであると思ってください。でこっちに肋骨がこうあってみたいな、でここに内臓があってみたいな感じですけど、腹圧が低いと言うたらもうここ輪切りにした上の部分が、ここに言うたら体重が乗ってるんですよ。じゃあここに負担かかるじゃないですか。でコルセットとか、そのマックスウェイトみたいなのをして腹圧をギュッと高めてあげると、ここの面積が一気に広がるっていうのをなんとなくイメージできます？言うたらここで支えてたものが全体で支えれるようになるっていう。ここに何やろ、このお腹があってそれをギュッと固めると全体で支えられる。なので腹圧をかけることで圧がもう全体に分散されるんですね。なので腰痛予防になったりするんです。なのでたまに見かけるのが圧迫骨折の人もそうですし、腰痛持ってる方でベルト巻いてる方もそうなんですけど、せっかく巻いてるのにゆるゆるの人います。なのであれはしっかり締めないとやっぱり意味ないので、しっかり締めるようにしてあげてください。結構ね食べる時に苦しいとかもあるんですけど、できるだけギュッと締めるようにだけ意識してもらえると、少しはマシなのかなと思います。で腰痛時の注意点ということで、この圧迫骨折とか関係なく解除する時ですね、異常とか、起き上がりとか解除する時の注意点、介助者が腰痛を持っている時の注意点なんですけど、やっぱりそれは股関節ですね。股関節とか膝をうまく使って解除してあげる。だから鈴木さんをこう立ち上がらそうとした時にこういうね腰を曲げてやるような解除だったらもう腰にもろに負担かかるんで、腰痛持ってない方でもやっぱ痛めてしまいますし、持ってる方であればなおさらね悪くなってしまうんで、必ず股関節と膝を使って、腰を落とすみたいな感じですね。こう前屈して解除したくても背中はできるだけまっすぐに膝と股関節を使って解除する。こ
これが丸くなっちゃってるともうどんどん腰に負担かかってくるので、そこだけ気をつけていただきたいなと思うところです。はい。ということで、今日はね前回に引き続き多い骨折ということで、本当に簡単に説明しながら、腰痛の解説もさせてもらいましたけど、はい、鈴木さん何か気になる点？そうですね、介助者で、腰痛ってよく聞くと思うんですけど、姿勢とかで腰痛予防はできると思うんですけど、それ以外に何かトレーニングとか何かで腰痛を予防する方法とかありますか？やっぱ日々の運動だと思います、はい、散歩でもいいと思います。やっぱりね、体筋力弱い方、普段運動してない方がいきなり解除するからってギュッと力入れたら、それはやっぱ体に負担かかりますので、はいはい、寝る前のストレッチとか、毎日の散歩とか、何でもいいので、とにかく体を動かす習慣を身につけてほしいなと思います。はい、それだけで全然違うとは思うんで、ありがとうございます。ということで、腰痛時の腰痛時の注意点ということなんですけど、解除ごとのね、気をつける点なんか他の動画でたくさん上げてますので、ぜひそっちも見ていただきたいんですけれども、今日はこういった内容で説明させていただきました。ということで、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術であったり、こういった座学発信していきたいなと思っておりますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。